どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回投稿したレイアウトが格段にしやすくなる便利アイテム作成動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていないという方は、ぜひそちらの方も見てやってください。一応概要欄に URL を載せておきます。そんな風にレイアウトのスキルアップを目指している今年なんですが、今回は勢いそのままに水槽立ち上げもやっちゃおうということでお届けしていきます。今までできなかったレイアウト作成方法ができるようになったので、その方法を遺憾なく発揮していきたいと思います。どんなレイアウトになるのか、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、今回はさらにスキルアップできるよう、スケープイットというレイアウト作成ができるサイトを使用して、大まかなイメージを考えていきます。今までは組んでなんとなくそれっぽくなればいいな程度に思ってたんですが、これからはある程度イメージを固める方針です。だいぶ前にこのスケープイットを使用した即興レイアウトライブ配信もしたので、またやりたいですね。詳しいやり方はまた今度動画にするかもしれないので割愛するとして、構想はこんな感じです。絵が描けなくても直感的にレイアウトのイメージが出せるのはシンプルに嬉しい。水草もなんとなく想像ができるような素材が揃っているので、詳しく水草の種類を知らなくても大丈夫です。というわけで完成したのがこちら。溶岩石を使用した大構図のレイアウトです。水草は超適当でなんとなくですが、正面から見て道が続いているように感じるような配置をしていきたいです。やっぱり30センチキューブ水槽でも奥行き感を演出したいですからね。というわけで、先ほどのイメージをもとに前回作った仮組セットを使用してレイアウトをしていきます。やはり手前からアプローチできるのはめっちゃいいですね。水槽内で作業するよりも撮影がしやすいですし、何より反射に怯えなくていいのは動画投稿者としてはありがたい。とりあえずイメージ通りにできるよう大まかな配置を決めていきます。雑に扱っても傷つかないからめちゃくちゃ縁に石をぶち当ててますね。そんな感じで組み上げること数十分、こんな感じになりました。いや、なんというかスケール感が全く出てない。溶岩石は小さめのものをチョイスしたつもりなんですが、ただただ上に積み上げるだけだと河原でする積み石レベルのものしか出来上がりません。まあそれでもある程度イメージ通りの道がある大構図的なものができ始めたので、下段に置いてある溶岩石はそのままに、そこを基盤として肉付けをしていきます。使うのはもちろん紙旗の接着剤。水槽内と違って取り出すのも簡単だし、置いたまま作業ができるので楽。まずは左側の石の基礎となる部分を固定しました。続いては地道にその上に肉付けをしていきます。少しでもどこかしら接着剤が取れてしまうと全てが崩壊するので、このように狭い隙間もちぎった補助剤を突っ込んで固定していきます。仮組セットを使ってこのアングルで撮影ができることの素晴らしさを身に染みて体感しております。あとはひたすらに接着していくだけなんですが、ソイルの総量を確保するために中は空洞にしようと考えつきました。溶岩石といっても石は石。多すぎると水質に影響を与える可能性があるので、必要最小限に抑えたいですしね。ただ空洞を開けてそこにソイルを入れるとなると、ソイル流出防止策は必須です。ということで、穴という穴にちぎったウールマットを詰め込んでいきます。この時白いウールマットが正面から見えないように細心の注意を払って作業しました。このように取り出して後ろを向けて作業ができるのもいいですね。そばに水槽がないだけで作業効率が段違いです。流出防止を行ったらまたひたすらに石を積み上げていきます。細かい溶岩石も地道にくっつけます。この紙旗の接着剤、すごく便利で隙間を埋めてくれるからいいんですけど、固着するまでのラグが若干じれったい。海外のアクアリストがやってるようなシャビシャビの接着剤も使ってみたいですね。海外の動画を見るとソイルや砂ごと接着剤でガチガチに固定してるから、あの接着剤が何なのか最近気になってます。
というわけで数時間かけて左の石は完成しました。続いては右の石に取り掛かります。こちらも外で作業しても大きさがでかくなりすぎないように地盤となる石を作ってから上に積み上げていきます。マジでこれやってると気が遠くなりますが、やってる時は案外楽しいです。だんだんと理想に近づいてる感があっていいんですよね。こうやってああでもないこうでもないと思いながら石同士を組み合わせていくのもオツです。溶岩石はゴツゴツしててつなぎ目が気になりにくい石ではありますが、それでもちゃんと選んでいかないと違和感が生まれるので、できるだけ隙間が空きにくく乗せてもおかしくないやつを選別してます。やっぱ素材はあればあるだけいいですね。そんな感じで苦節数時間、ようやく構図の基盤となる石が完成しました。結構イメージと近くなったのではないでしょうか。左の石が水槽の4分の3くらいの高さがあり、右の石は左の石よりも若干奥めに配置。そして右から斜め左奥に流れるような道もできました。正面から見ると最後の部分が見えない構図なので、30センチキューブ水槽ながら奥行き感が出ているのではないでしょうか。ちなみにこの左右の石にも遠近感が出るように、左の石よりも右の石の方が頂点を低くしています。こうすることで右の石がより奥に見えるかなと思ったわけですね。細部を見るとこんな感じで、道を作りつつできるだけ作為的にならないようにうねりを持たせています。また手前の基盤となる石を大きくすることで、よりスケール感が出るのではないかと思って大きめの石をチョイス。これだと全容がわからないので一つ一つ組み上げた石を見ていきましょう。まずは左の石。道のガイド的な役割を果たすため、右にせり出した石を配置しています。裏面を見るとこの通り、見えないことをいいことにがっつりウールマットがはみ出てます。正直見えないところは妥協した方がソイル流出防止もがっつりできるしいいですね。ちなみに中はこのように空洞になっており、頂点部分から中までソイルをたっぷり入れることができます。こういった構造にすることで、その中に水草を植栽でき、レイアウトの幅が広がると思います。だから組み上げていく途中からしっかりウールマットで土留めをしていたわけですね。組み上げてからだと手が入らなくて積みます。この石を組み上げるときに一番苦労したのは、やはり手前の石をいかに違和感なく組み上げられるかというところですね。少しでも隙間が空くとなんかおかしく感じるので、この隙間にあった石をチョイスするのにだいぶ時間がかかりました。それでもこうやって完成したものを見ると達成感がすごいですね。続いては右側の石です。こちらは割と早く組み上げられたと思います。それでも1時間以上かかってますが、こちらも土留め対策はバッチリしています。先ほど同様裏側が空洞になってるからですね。こちらは特に植栽する予定はありませんが、後継層を植えるときもこのような構造の方がスペースが取れていいかもしれません。中心部分にはお茶目な突起がありますが、これは土足だったかもしれませんね。こんな感じで2つとも正面から見るとしっかり中身が詰まった石に見えますが、割とハリボテなんです。個人的には石は見えないところに置けば置くほど水質的にもマイナスが多いと思うので、それこそ接着して支えが必要ないのであれば極力減らした方がいい気がします。植栽スペースも広くなりますし、何より素材も少なく済んで安上がり。それもこれも紙旗の接着剤があるからできる芸当です。ほんと紙旗様々ですね。マジでいい製品なんで概要欄にリンク貼っときます。ちなみにこの接着剤は割と外れることがあるので、こういった造形を作るタイプの石レイアウトの場合は惜しみなく補助剤を使いましょう。崩れて水槽が割れたりしたら泣くに泣けません。というわけで完成した石を実際の水槽に置いてみましょう。先ほどと違ってガチのガラスなんで入れるときは慎重にします。つかみどころを間違えるとバカッと崩壊する可能性もあるので、入れる前にどこを持つかはリハーサルしておきましょう。結構様になってるんじゃないでしょうか。少なくとも先ほどスケープイットで作ったイメージとはだいぶ近いと思います。これも仮組みセットを使って細かな作業が簡単にできるようになったおかげですね。
きっと水槽内で組んでいったらどこかで妥協して微妙な仕上がりになってたと思います。それでは石も準備できたので定称を敷いていきます。今回結晶砂を使用するか迷ったんですが、溶岩石のワイルド感を楽しみたいので前景も水草の絨毯にします。最初に絨毯にしておけば後で道作りたいなってなった時も対応できますしね。ソイルを入れる前に低晶肥料のイニシャルスティックを振りまいておきます。全体に振りまいたらあとはソイルを入れるだけです。ソイルはおなじみプラチナソイル。今回は確かパウダーを下に敷いていたと思います。例の溶岩石の空洞にもしっかりソイルを入れます。これだけがっつり穴が開いてたら結構ソイル入るので空洞おすすめです。あとは奥に傾斜をつけるために持っていきます。この時はスーパーパウダーを使用。ちなみにたまに一番上のソイルは粒が小さいものじゃないといけないのか聞かれるんですが、全くそんなことはないです。植栽がしやすいのと小さい水槽のスケール感に合ってるから自分は使ってるだけで、必ずしも必要というわけではありません。毎回スーパーパウダーを使ってると、あれ粒小さいやつじゃないとダメって言ってませんでしたっけ？ノーマルソイルでも水草植えられるんですよってマウント取ってくる人がいるんで念のため。最後に出てきたのはこちら、溶岩石です。こちらは自分が学生の頃に使ってた定称で、もう7、8年前の代物です。まさかここで使う時が来るとは思ってなかったんですが、こちらを使って側面の土留めをしていきます。正直ソイルと粒の大きさがあまり変わらないので土留めになるかは未知数。ただ溶岩石レイアウトと組み合わせて違和感がないのはいいですね。そんな感じで大体のレイアウトの全体が組み上がったので今回はここまで。次回は肝心の植栽に移っていきたいと思いますのでこうご期待。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。